こんにちは、音沢です。ポップ音楽理論第2章響き編。今回はスケールを攻略します。特に7音でできたスケールを扱います。次の回はコードと言いましたが、スケールの延長としてモードをやることにしました。よろしくお願いします。スケールは雰囲気を作り出す便利なセットです。スケールの音からメロディーを作ったり、音を3つ以上重ねたコードを作れます。スケールに関連してキーという言葉があります。カラオケでもキー変更したりしますよね。キーは調整という概念から説明されます。それについては第3章で話します。会話レベルではそんな難しい使われ方はされません。C メジャーキーの曲と言われたら、それはシャープフラット0個の C メジャースケールの音が主に使われている曲くらいの意味です。例えば G メジャーキーの曲ならシャープ1個です。楽譜の左側でキーのシャープフラットの個数を表すものを調合と言います。次に基本的なスケールはメジャースケールとマイナースケールの2つです。2つの違いは音程の順序です。全音を長2度、半音を単2度で定義し直すと、メジャースケールは超長短、超長長短、マイナースケールは長短、超長短、超長です。マイナーの方は覚えなくて大丈夫です。音程の違いが響きの違いを生みます。マイナースケールそのものについては単調にしてみたの解説動画で詳しく説明しています。内容を示すと、マイナースケールは原型のナチュラル、第7音を半音上げたハーモニック、第6音も半音上げたメロディックの3パターンあります。そして今回の動画ではスケールを3つの方法でグループ分けします。その意義を今から説明します。メジャースケールとマイナースケールはたくさんあります。これはその一部です。音程の順序が同じものでグループ分けすると、メジャースケールとマイナースケールに分かれます。音のメンバーが同じものでグループ分けすると、例えば C メジャーと A マイナーがペアになります。主音が同じものでグループ分けすると、また別のペアができます。このように、ただたくさんあるように見えたスケールたちの関係性が明らかになります。関係性の近いスケールは転調に使ったり、コードを借りてくるのに便利です。第3章の先取りのような内容です。ということで、3通りのグループ分けをすること、そしてグループ内での法則を知ることが今回の目的です。音程の順序でグループ分けすると、メジャースケールとマイナースケールは別グループになります。この音程の順序が同じグループの法則は、第5音を主音にするとシャープが1個増える、第4音ならフラットが1個増えるというものです。例えば C メジャースケールの第5音はドレミファソでソです。なので G メジャースケールを書いて比べてみましょう。比べてみると分かるようにシャープが1つ増えます。次に第4音はドレミファでファなので F メジャースケールと比べてみましょう。第4音を主音とするとフラットが1つ増えます。この3つのスケールは構成音が似ています。でも第5音とか第4音とかいきなり言われても覚えづらいので特徴を確認しましょう。前回1度4度5度8度は完全音程になれるから特別という話をしました。またスケールの第1音は主音という特別な名前が付けられています。このようにスケールの何番目の音かどうかが重要だったりします。ということで第5音は属音と言います。主音の完全5度上の音です。主音との周波数比は2対3です。単純な比で調和します。第4音は家族音です。属音と名前が似ていますね。その理由は展開するとわかります。第4音を1オクターブ下に配置してみると、主音との音程が完全4度から完全5度になります。展開音程の法則です。
つまり配置によっては完全5度下の音と捉えることもできるため、第4音は家族音と名前がついているのです。第5音と第4音は特別な音です。そして C メジャーキーに対して G メジャーキーを族長、F メジャーキーを家族長と言います。意味はそのまま族音を主音にしているキーという意味です。この関係性を図にしたもの、それが5度圏です。5度圏とは完全5度上の音を右回りに並べたものです。右回りはシャープ1個増える、左回りはフラット1個増えることを可視化しています。つまり右回りは族長、左回りは家族長です。例えば C の族長は G でシャープが1個増えます。左回りは家族長の F でフラット1個増えます。E フラットメジャーの族長は B フラットメジャーです。右回りでフラット1個減ります。シャープフラットがつく音の順番はシャープならファドソレラミシ、フラットならシミラレソドファです。覚えなくてもいいですが、手元に5度圏がないときは便利かもしれません。音程の順序が同じスケールの法則は、完全5度上はシャープが1個増えるとだけ記しました。完全5度上でプラスシャープ1個ということは、フラット調ならフラット1個減るという意味です。マイナースケール同士にも適用できます。音程の順序が同じスケールの法則は以上です。2個目のグループ分けに行きましょう。音のメンバーが同じものでグループ分けすると、メジャースケールとマイナースケールのペアが必ず一つずつできます。例えば C メジャーと A マイナーは音のメンバーが同じです。このようなペアのキーを平行調と呼びます。これはメジャーとマイナーをまとめた5度圏です。異名同音を省いています。C メジャーと A マイナーは同じ部屋にいます。つまりシャープフラットの数が同じということです。音のメンバーが同じスケールの関係性を具体的に見ていきましょう。これは C メジャースケールです。これを6番目から始めると、音のメンバーが同じ A マイナースケールになります。間隔を見てみると、長短、長長短、長長になっています。これが音のメンバーが同じペアの法則です。マイナースケールの音程の順序を覚える必要がないのは、メジャースケールの中にマイナースケールがあるからです。もう一度まとめると、メジャースケールを第6音から始めるとマイナースケールになります。これはメジャースケールとマイナースケールをつなぐ法則です。3つ目のグループ分けに行きましょう。最後に主音が同じメジャースケールとマイナースケールでグループ分けします。このペアのキーは同主調と言います。C メジャースケールと C マイナースケールは主音が同じスケールです。関係性を見ていきましょう。C マイナースケールは C メジャースケールの第3音、第6音、第7音が半音下がったスケールです。フラットが3個増えます。共通点は実は主音だけではなく、主音、属音、家族音という主要な音が共通しています。第2音も共通しています。主音との音程を見てみると、3度、6度、7度が単になっています。5度圏で見てみます。例えば C メジャーなら左回りに3つ移動したところに C マイナーがあります。フラットが0個から3個になりました。A メジャーの左回りに3つ移動したところに A マイナーがあります。シャープが3個からシャープ0個になります。主音が同じスケールの法則は、メジャースケールの第3音、第6音、第7音を半音下げるとマイナースケールになるです。フラットが3つ増えることも書きました。シャープ調の場合は引き算してください。3通りのグループ分けと法則の確認は以上です。C メジャーキーの属調が G メジャーキー、家族調が F メジャーキーで両隣にいます。シャープフラットの数が同じ平行調は A マイナーで同じ部屋にいます。同主調の C マイナーはフラットが3つ増えるので左回りに3つ進んだところにいます。注意点です。平行調は英語でレラティブキーで、同主調は英語でパラレルキーです。平行調ではなく同主調の方がパラレルなんです。
とても紛らわしいので注意してください。以上で今回の動画は終わりです。次回はスケールの延長としてモードについて話します。質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。